も愛、多分愛、きっと愛。だって寂しいものよ、泣けないなんて、そっと涙で頬を濡らしてみたいわ。一人ぼっちの部屋のベッドの上で、ちょっとブルーな恋の夢を見ている。乾いたこの花に水を与えてください。金色のレモン一つ胸に絞ってください。私は愛の水中花。これも愛、あれも愛、多分愛、きっと愛。松坂慶子という女優がいる。日本の昭和を代表する名女優の一人と言ってもいいだろう。2011年に朝日新聞が実施したあなたが選ぶ昭和の名女優という読者アンケートでも、松坂慶子は吉永小百合や浅岡瑠璃子などと共に10人のうちの1人に選ばれている。その彼女も実は朝鮮にルーツを持つ人間の一人である。松坂慶子の実の両親である松坂秀明、常子が娘へのメッセージという形で書いた娘、松坂慶子への遺言公文社1993年という本が出版され、彼女の父親が日韓統合時代に朝鮮半島から日本に渡ってきた在日コリアンの一人であることを明らかにしたのである。松坂慶子の父松坂秀明は1938年釜山から連絡船に乗って日本に渡ってきた。15歳の時だった。日本で少しでもいい暮らしがしたいと思いやってきたが、なかなかいい仕事を見つけることはできなかった。秀明の本名はハン・ヨンミョンであったが、朝鮮人の名前では雇ってもらえないので、岡本茂という日本名を名乗り、長崎の高島炭鉱で働くことになった。高島炭鉱での労働は落盤や爆発など事故の危険がつきまとうとともに重労働の連続であった。粗末な食事とタコ部屋での生活に秀明は耐え、8時間労働で月給4円という約束を信じて懸命に働いたが、賃金はまともにもらえなかった。1年後、秀明は監視の目をくぐり、仲間と共に海に浮かべた丸太に捕まって炭鉱から逃げ出した。1940年、秀明が17歳の時である。高島炭鉱から脱出した秀明はその後の3年間を筑豊炭鉱で過ごしている。松坂慶子が1981年に出演した映画「青春の門」の舞台になったあの筑豊炭鉱である。娘の慶子が後に映画のロケで訪れたこの炭鉱で、秀明は生きるためにひたすら働いた。真面目な秀明は親方に認められ、最短から電工部署に配置転換され、ようやく仕事らしい仕事ができるようになった。しかしそうした時期もつかの間であった。朝鮮人でも日本人と分け隔てなく自分を扱ってくれた日本人の主任が戦争に駆り出されたことで居場所を失った秀明は、大規模な落盤事故をきっかけに筑豊を去ることになる。職を求めて各地を転々とし、秀明がたどり着いたのは兵庫県の姫路であった。しかし朝鮮人で学歴もない秀明にできる仕事は肉体労働しかなかった。秀明は姫路城近くの朝鮮人集落に掘っ立て小屋を建て、あちこちの工場で働いた。秀明がその職場で出会ったのが日本人の常子であった。幼い頃に身売りされた常子もまた秀明と同様孤独な身の上だった。身寄りのない2人はやがてお互い引き寄せられるように同棲を始める。戦争が終わると秀明は仕事ができる新天地を求め、神奈川県の藤沢で新生活をスタートさせた。藤沢の役場に移転証明書を届け出た秀明と常子は清水姓を名乗り、
事実上の夫婦になった。それから2人は身を粉にするように働いた。2人は三浦半島の漁港に行って新鮮な魚を仕入れ、それを石油缶に詰めて鎌倉や藤沢の料亭に売って歩いた。魚の闇販売で資金が貯まると、今度は魚だけでなく砂糖など軍需工場の倉庫から横流しされた品物を闇市場に卸す仕事を始めた。しかし警察の取り締まりが厳しく、やがて闇市場も衰退していくことになった。2人はその後、闇市場で蓄えた資金で東京の下十条という町に新居を構えたが、そこからは引っ越しの連続だった。というのも、秀明は仕事を変えるたびに引っ越しを行ったからである。とはいえ、秀明に詳細がなかったわけではない。秀明は一つの事業である程度成功を収めると、次の事業を起こしたいタイプであった。和菓子屋から始まって、非鉄金属買い取り、金融と、秀明は儲かりそうな分野に次々と進出し、それなりの成功を収めた。秀明が日本に来てから14年、生活も安定し始めた1952年、夫婦は娘を授かった。松坂慶子の誕生である。しかし、慶子は予定より3ヶ月早く生まれた未熟児だった。そのためか、慶子は体が弱く、生まれたばかりの頃に古い牛乳を飲まされたために緑便を出し、生死の境をさまよったこともあった。秀明は、慶子がイングリッド・バーグマンのような綺麗な女性になってほしいと願い、足がスラッとなるように慶子の足をさするのが日課になった。また秀明は慶子にピアノ、日本舞踊、発声などたくさんの習い事をさせた。そうした両親の愛情の下で、慶子は生まれた頃の病弱さが嘘のように改善され、その後は病気一つせず元気にすくすく育った。しかし秀明の家族には人に言えない悩みがあった。まず慶子の母親に戸籍がなかったことである。秀明たちが姫路から藤沢に移った時、彼女は清水常子という籍を作ったが、この籍は実在しない韓国人の籍を借りたものだったため、韓国人として扱われていた。慶子の母親は日本人なのに、国から日本人と認められていない状態であった。また慶子の父である秀明も清水という日本名を名乗っていたが、韓国籍のままだった。したがって当時の国籍法では、慶子は父と同じ韓国籍という法的地位になった。彼女もまた他の在日コリアン同様、14歳になると外国人登録を義務付けられ、指紋も採取されることになる。秀明は知人の力を借りて法務省と交渉し、妻の常子の日本の戸籍を回復し、慶子を妻の戸籍に入れた。慶子の将来を案じた秀明は、慶子を母親の非嫡出子という形にし、日本人として育てようと思ったのである。こうして松坂慶子が韓国籍から日本籍になったのは1964年、彼女が12歳の時だった。松坂慶子の人生の岐路はこの頃だったのかもしれない。国籍変更に伴って家族の姓も清水から松坂に変わり、韓国籍だった清水慶子は日本籍の松坂慶子に生まれ変わることになった。慶子は中学に入ると自ら劇団ひまわりに入団、女優としての才能を開花させていった。中学3年生の時、忍者ハットリくんプラス忍者怪獣実報でデビュー。高校に入学すると大映にスカウトされ、夜の診察室で初主演のチャンスをつかむと、その後は大女優への階段を順調に駆け上がっていった。青春の門、1981年、蒲田行進曲、1982年、死の棘、1990年などの映画で日本アカデミー賞最優秀主演女優賞、ブルーリボン賞主演女優賞、毎日映画コンクール主演女優賞、キネマ旬報主演女優賞など数々の賞を受賞し、名女優として現在もなお不動の地位で輝いている。繰り返します。日韓は元祖兄弟だった。世界は元祖兄弟だった。私たちは同志だった。敵は別にいます。もう一度
話し合いませんか？寂しいだけならいいけどちょっと悲しすぎる